はい、始まりました。今回の動画は、また今日もリクエストになってるんですけども、結構リクエスト減ってきましてもうだんだん少なくなってきたんで、リクエストいただきたいんですけどもはい、なるべく早くお答えして対応させていきます結構ちょっと前ぐらいのリクエストになるんですけども、今日は変遷の竜クロミウムになります。はい。これはエスパーのドラゴンで結構前 M19 ぐらいのドラゴンになるんですかね。そうですね、はい、一応この時期のスタンダードでエスパーコントロールのフィニッシャーを一応務めてましたよね。結構使われてましたよね、このカードね。はい、第一線かと言われたらちょっとあれだけど、そもそもエスパーコントロール自体がちょっとあれだったから一応アーキタイプとしては存在しましたよね。フィニッシャーでした。一応まずどういうリクエストかと言いますと、はい、まず先に能力の説明させていただきますね。はい、でこいつ7マナーのエスパーで、77飛行、瞬速で打ち消されません。で、カードを1枚捨てると、基本のパワータフネスが11の人間になって、全ての能力を失い呪言を得ると。でこのターンそれはブロックされないと。はい、いうことで、回避能力がついてる。そうね、はい、しかも瞬速で出せるから構えとけるし、しかも打ち消されないから裏面もないと。はい、でこいつは、今日はリクエストの内容なんですけども、6か7ぐらいで殴ってくださいと。なるほど。いう感じのちょっと面白めの。なるほど。面白い感じのリクエストが来まして、エスパーカラーだから、はい、握りゃいいじゃんとか、そういうのはないと。ないんですよね。そういうのじゃなくて、この7というパワーを生かして殴ってみるデッキをちょっと考えてくださいということで、なるほど、今回リクエストにお答えしていく形になります。これはなかなか難易度が高いですね、難易度多分やられている方もちょっとクロートの方なんでしょうね。だと思いますよ。かなり多分このクロミウムに思い入れがあるとか、お好きでいらっしゃるんだろうと想像しています。はい。で今日はこのリクエストに挑戦させていただきます。はい。はい。でまず僕が考えてきたプランは想像だとツアー紹介させていただいたんですけど、まず吉松長勢を持ってきて、でかいマナにして、でフェイトワークと置いて、で最終的には殴って勝つんだろうなというのを僕は想像していました最初。でそれだったら6、7ぐらいだし殴って勝てるしいいんじゃないかなと思ったんですが、ティームさんと、この動画を撮る前に話し合いした結果、それだと要は殴られてしまうと。こっちヘイトハクトいっぱい置きますよね。ってことはめちゃめちゃヘイト買ってるぞ。めちゃめちゃヘイト買うので、はい、こっちにパンチバンバン来ることになりますよね。しかもそのくせこれ盤面弱いからね、このそうなんですよ。このブロッカーが全然立たなくて、ズアーの場合は一応ハンコンでライフゲインできるということだったので、そのプランは成り立ってたということが気づきまして、ちょっとプランを変更させていただきまして、はい、チームさんにほぼ考えていただいたんですけど今回のプランは、はい、発表していきます。まずこいつ出さなきゃいけません。はい、じゃないですか。もちろんそうです。まずもちろんそう出して殴るっていうのは基本的には必要というかリクエストの内容にかかってきますんで、はい、ただし、はい、こいつ重いんで、はい、はい、とにかくまず遅くするんですよね。その必要は、まずそれを遅くするのはもう当然遅くすると、そうです。色的にもそうですし、はい、まず遅くするのはそうなんですが、さっき言ったそのズアーの話のようにあまりにも遅くしすぎてしまうとヘイトが変わってしまうので、遅くするのはいいんだけど、はい、邪魔だなあいつから沈めるかってなっちゃうとまずいという。ちょっとヘイトしてちょっと要はピンチョキとか打ち消しを入れて、あとはラスしていくんですよね。そうなると思います。6と7っていうこともまた絶妙なんです。6と7は全然違うので絶妙なんですけども、6だった場合は、クリーチャー相手のクリーチャー展開
されていく可能性があるんですよね。かなりケースとしては、クリーチャー戦になる可能性がありますんで、6だった場合はある程度相手のライフは消耗していくので、ジェネラルダメージでは勝つ必要はないかもしれないと、いうことになりまして、殴ってそのまま勝てるパワーもある、でラスをしていけばいいということになりますね。で7の場合は、まあ消耗戦になるので、消耗していったところを打ち漏らしたところを、打ち消せばいいという、要は死んだふり作戦僕の大好きな遅いからね遅いんで、遅いからもうとにかくこういった死んだふり作戦のデッキになりますはい黒耳をねすごい速い速度で展開する必要性はないと思ってます。確かに確かに、こいつを最初に出して殴っていくようなプランは取らないと、まず取らない、あくまでコントロールしてって、もう盤面を遅くして、ゆっくり悠々と着地させると、なるほどなるほど、いう感じになるかなという想像です。まず1個ずつ説明していきますが、ヘイト置物をまず何から、クリーチャー置物っていうところなんですけど、これ先ほども説明させていただいたように、ヘイトを買いすぎるやつはちょっと避けた方がいいっていうのと、あとこれ自分で積極的にラスしていくデッキになっちゃうんで、なるほどなるほど、生物じゃない方が望ましいというような形になります。なんですが生物からちょっと先に説明をしていきたいんですけど、定番なんでもうあまり説明する必要ないんですが、ドラハンはね、当然強いですから、入れます。別にドラハン出てることによってタコ殴りにはされません。大丈夫です大丈夫です。あとこれ面白いところ、静寂をもたらすもの、唇フェアリー、こいつは強いですよね。こいつは僕も聞いててまず思ったのが、こいつは何がいい、これ能力は分かりますかね、皆さん大丈夫ですかね。ETB と、死亡誘発を防ぐという能力なんですが、そのふとこう思ったのが、俺は寿司握らねえんだぜっていうアピールをすると。まずそうです不必要な警戒を与えないっていうこれ大事ですよね。俺寿司握れませんよってまずこれ言いっていうことですからね。そうですね、大事です。相手の寿司も握れなくなりますし、それ以外のところでオグマの文書管理に、これはサーチすると、1枚ドローして1点ゲインすると、これぐらいは許可されるんですよ。なるほどねこれはまあ普通に入りますからね。全然許可されますからね。あとはエイブンの思考検査、でこれはまあね、ちょっと嫌だなって感じですけど、サーチとがめるぐらいしないと、やっぱりサーチとがめるぐらいしないと結局抜けてきちゃうんで、ヘイト置物の上をせっかく置いてるのにそれ割るカードサーチされちゃうんで、これはもうしょうがないんで入れます。敵対工作員みたいなカードでも敵対工作員でもいいんだけど、敵対工作員はですねヘイトは高いんですねなるほど奪っちゃうから。なるほどね。奪っちゃうからヘイト高いんで、英文の思考検出者の方がいいです。なるほどちょっと微妙な差がねちょっとあるわけなんですね。なるほどなるほど。であと生物のところで言うと、アウグスティン4世大判事、これはだいぶヘイト買いますけどね。こいつはねだいぶヘイト買うからねちょっと採用するかどうか悩むところなんだけれども、好みになりますかね。アウグスティン一応こいつがいいところはヘイト置物でありつつ、クロミウムのコストが2下がると。なるほどなるほど。いうところになります。ちょっとこいつを出すことによってちょっとヘイト買うなと思われた場合は抜いてください。ちょっとやってないんで。確かにやってないから分かんないから。確かに。どっちの方がメリットが結局大きいのかっていうところになると思います。それがエンチャントとかアーティファクトですね。一つは検体の宝珠。検体の宝珠はね、当然もちろんよく入ってますよね。ETB 防ぐやつですよね。鳩場でわちゃわちゃされるんでね、結局。あと猛獣。これ猛獣はかなりいいですよね。対戦相手がコントロールするアーティファクトとクリーチャーがタップ状態で戦場に出るんですけど、これも同じですね。鳩場がわちゃわちゃするんで。であとこれ僕これ猛獣いいと思ったのが、俺強制っていう効果がついてるとこ、これがいいと思ってて、一応ライフ少々もこれ呪文を唱えるたびに1マナ払うと1点ゲインできるっていうのが、違う、1点ドレインでしたっけ。1点ドレインできるじゃないですか。これライフ詰められるの嫌なんで、ちょっとこの効果が合ってるんじゃないかなと僕は思いましたね。一応3点増えるんでね。
であとは定番の法の定め、はい、法の定め、はい、と秘技の研究室、これ2枚ぐらいだったらはいいいってことですよね。うんこんな感じで、あと微妙痛い静寂はちょっとクリーチャー防げないから微妙じゃないかって話をしたんですけど、はい、そうですね。結局クリーチャーを連打されちゃうとこのようなくなっちゃうんで、自分が結局ピン除去と、あとカウンターそれなりの枚数詰め込みますから、逆に自分の行動を阻害するみたいなことになっちゃうんで、耳の痛い静寂はなしだと思います。なるほどなるほど。で、あとは、配当置物はこんな感じで紹介してきまして、あとはラスのカードになりますかね。はい、ラスは思考の氷結とか当然入るとしまして、はい、以前紹介したことがあるんですけど、時空からの退去というカードがありまして、はい、3マナのエンチャントで、要は倍出てるクリーチャーをフェイズアウトすると。で、フェイズアウトした数分消失カウンターを置くという。これもう相手の逃走者出てる状態で打ったら相手の逃走者全部なくなると、はい、多分5、6ターンぐらい返ってこないことになりますので割られない限りは、結構強力な全除去です。当然黒ミーム7マナで遅いんで、こいつ出てないですもんね。出てないです。黒ミームは出てないから大丈夫。黒ミーム巻き込まないですこのカードはいいんじゃないかということですね。あとはそれ以外では太陽効果、これは最新のカード、5マナの全追放っていう、なるほど、最新のね、結構強いですよね。国別とか入りますかね。国別6コスなんでね、さすがにちょっと太陽効果の方がいいと思います。それ以外だと5マナの全除去で命運の革新、命運の革新っていう、ドラゴンを全部倒すか、ドラゴン以外を全部倒すと。なるほど。黒ミムはドラゴンなんでね、人間になってないことだけを気をつけなきゃいけないで、人間にじゃあそこにピン除去合わせますってされると人間になっちゃうんで結局除去られちゃうんでダメじゃんってなるんで気をつけてはいただきたいんですが、どっちにしろ普通の全除去だと巻き込んじゃうから。で、あとは次は打ち消しはある程度入るカードは分かると思いますんで、あと好みでいただいて、大体10枚ちょっとぐらいになるかなという販売です。で、あとドローのカードなんですけども、このデッキ基本的にもうだって構えて、溜まったら全除去して、みたいな由緒正しいコントロールみたいなデッキになりますので、とにかくドローは結構重要になってきますよね。ドローは大変重要です。多分一番強いかなと思ったのはゲームレンジ的にファイレクシアの逃避場です。なるほどね。ファイレクシア逃避場は1点食らってワンドローねしていくのはかなり手札常に補充されますからね。一応これね、ゲームレンジが早いと全然役に立たないカードなんですけど、これぐらいゲームレンジを収めていくデッキだと一応有効です。あと普通に単純にリスケンとかも普通に1コス重くなるだけでもう、ドローを引けなかったとしてもリスケンはかなりいいカードになりますよね。ゲームレンジを遅くできるんで、どちらかというとドロソというよりは、1コス重くなる呪文という位置づけになると思います。位置づけになりますよね。レモラーも一緒です。そうですよね。あんまりこのデッキだとドローさせてもらえないと思います。結局法の定めを置くんで、1ターン目とかに置くならちょっと話別ですけどね。それ以外だとアズガンダの探索。アズガンダ、地味なカードなんですけど、これも地味なカードなんですが、一応裏面になると、爆ハドなんでこのカードは、一応表面は、アップキープに、重宝みたいなことするんですよね。そうですね、重宝みたいなことしますね。で一応その後墓地が7枚以上だと裏返りますと。そうすると土地になりまして、3マナタップで、あなたのライブラリーの上から4枚見て、クリーチャーでない土地でもないカード1枚を加えることができるというカードです。裏返るまでいけば、かなり強力です。スタンダードを当時めっちゃ使ってましたね。あと以外はクリーチャーで幽体のコソ泥。幽体のコソ泥。渋いカード来たぞみたいな、この密かにオースブレーカーで最強なんじゃないかと思ってる俺が幽体のコソ泥。対戦相手が自分の手札以外から唱えるとワンドローできるというカードですね。そこそこドローできると思います。なぜならピン除去とか全除去とかしていくんで、相手の逃走者も結構死にます。なるほどね。そうなんですね。なるほど。これ渋いところでこれまだいくと
波破りの海馬っていう。これね、もう聞いたことはあるんですけど、はい、これ使うのみたいなね。これ使うのっていうね。いやこのデッキの中だとこれ比較的いいんじゃないかと思ったんだけどな、ダメかな。まあ好みですよね。こいつの能力は、一応対戦相手の各ターン内で初めてあなたが呪文を唱えるたびカードを1枚引くという効果でして、まあ要は打ち消し打ったりピン除けを打ったりした時にはアンドローが追加でつくという形になります。まあ一応そういうデッキなんで、ごくまれに C のリストにたまに入ってることあるんですよ。そうなんです。これたまに見かけることあります。一応そうたまに入ってます。青タンとかだと入ってること結構あると思います。リアクションカード多いんですよ結局。なんかをね、そのインスタントで動くってことが多いと思うんですよね。っていうところですね。これはちょっと面白カードなんだけど、面白カードですね。ぜひ紹介したいと思ったのはトゲのある研究。これはですね、インスタント5マナなんですけど、重いですね。5マナのインスタント重いんですけど、これは X までドローして X10 ライフ支払うんですが、X は統率者のマナ総量に等しいと。なるほど。ということはこれ7ドローですよね。5マナのインスタント7ドローだと。そうさすがに強いんじゃないかと思ってるんだけど、なんでライフ失うのはだいぶ痛いですけどね。なんでライフ失うのはだいぶ痛い。このデッキライフきつい。まあこれ今まで話してた中でちょっと紹介し忘れたカードで言いますと、面白カードで言うとノーンの命令というカードがあるんですけども、これティムさんがこれいいんじゃないかということでこれ説明ちょっとしていただきたいんですけども、これね結構書いてあることをそのまま読むと何言ってるのかわからないんですけど、これ、3マナのエンチャントで、対戦相手がコントロールしているクリーチャーがあなたに戦闘ダメージを与えると、その対戦相手はドッグカウンター1個得ますと。で、プレイヤー1人が攻撃するたび、これは全員ですね、攻撃されている1人以上のプレイヤーが毒を受けていた場合、その攻撃プレイヤーはカード1枚引くということです。なるほどね。いわゆるそのなんか僕の好きな要は思想系のカードですよね。まあそうです。これ結局何をしてるのかというと、アタックしてくると、あなたは毒を得ることによって他の人から殴られますというカードなんです。そうですよね。で他の人はその毒の持ってる人を殴りに行った方が得だと、そうです。いうカードになるという面白いカードがあるということを知ったんですけど、これ使ってみると分かるんですけど、結構強いんですよ。なるほどそうなんですね。使ってみてな。アタック方向を誘導できるし、結局その毒持ったやつ自分が殴りに行ってもドローなんで、自分が一番得するんですよ結局。そうなんですね。なるほど。であとその他で言いますと、一応これも紹介しておきましょうか。これこんなカードもありまして、何学院だこれ。乱系かなみたいな。乱系、嵐風景の系で学院の使い魔、これなんて読むんだろうっていうカードがありまして、まあ使い魔シリーズ。使い魔シリーズですね。これ以前動画でどっかで紹介したこともあるんですけど、使い魔のシリーズがあるんですよね。有効3色だけ言いまして、こいつは青で、不特定1の2マナ、で、スタッツはどうでもよくて、で一応あなたが白の呪文や黒の呪文をプレイするコストは本来のコストより1少なくなると、まあ、1コスト下がるというカードですね。各色に使い魔がいるんですよね。で青だったら要はその有効色である白と黒のコストが1少なくなるっていう、まあ他の色でも同じことが使い魔がいるんですよね。まあちょっとメダリオンとかだとどうしても単色のあれしか下がらないんで、2つ下がるんで、いいんじゃないかなというところです。ここまで説明してきまして、一応勝ち筋はまあ大体分かっていただけたと思うんですけど、サブプランがありまして、サブプラン2つありまして、まずサーチで持ってくるもの、僕残り2個紹介したいカードがあるんですけど、この2つのどっちかを持ってくるべきだと思うんですよ僕は。でまず1枚目1つはセラの後遺層、これはまあ皆さんご存知だと思うんですけども、セラの後遺層、30点以上だと66のハンコン飛行になるんですけど、これまあ最初の方にサーチするカードとしてはかなり有効で、これライフゲインが結構重要なプランになってくると思うんですね。だからこいつはまあ一応、勝ち筋っていうと大げさかもしれませんが、最初に持ってくるカードとしてはかなり優秀になってくると思うんですよね。
で、これが1枚ありまして、はい、で、もう1枚、これじゃなかったとしたら、サーチで持ってくるのは、ティームさんの、魂のカードを。いや、これ紹介してもらったカード、ね。そう、紹介してもらった、はい、僕たちが以前動画で紹介しました、ジョン・イレニカスという、勝ち筋分かりませんっていう動画を紹介した中で、誰か教えてくださいって言って教えてくれたカードが1個ありまして。はい、そうですね。はい。契約武器。はい、契約武器というカードになってますから、これ説明お願いします。はい。はい、これはですね、この契約武器がクリーチャーについている限り、ライフが0点以下であることではゲームに敗北しないと。そう、ゲームに敗北しないと。はい。いうカードです。違う、ゲームに敗北しないじゃない。ライフが0点以下であることによっては敗北しない。それ困りますね。オラクルで負けちゃうじゃないですか。オラクルでは負けます。はい。はい。はい。で、装備コストはカードを1枚捨てるです。なるほど、なるほど。で、装備しているクリーチャーが攻撃するたび、カードを1枚引いて公開して、ターン終了時まで、そのマナ総量の、修正を受けるというカードになってます。クロミウムは、ほぼ除去れません。確かに。ほぼ除去れません。なので、これが装備されると。ほぼ、ライフによっては敗北しなくなります。なるほど。ライフによっては敗北しなくなります。はい、そうです。はい。まあ、それが、そんなんで勝っていきましょうっていう感じですかね。まあ一応打点も上がるしね。打点も上がりますね。確かに確かに。ドローにもなるし、一応そういう意味では丸いカードです。はい。はい。まあ、以上で、クロミウムのリクエストをお答えできたと思うんですけど、かなり、まあ、難しいリクエストでも、もう、いけって言われたら逆に、やりたくなっちゃいますよね。まあね。それはそれで、なんか、面白いんでまあリクエストいただければなと思いますんで、はい。はい。今回の動画は以上になります。おしまい。